ご高齢の方と話す機会があるんですが、日本の景気が悪く物価高になっているのは20代、30代の努力不足だと考える方が多いです。確かにその面も否定できないので、流す意味で私が代弁しちゃいましかないですが、謝るのを書かれてきました。景気改善で若者がこうできることありますでしょうか。日本から出ていく。基本的には先進国の庶民は物価高で今大体生活は苦しくなっています。政治が悪いよねとかって言ってるんですけど、中道政権が右側の方にぶれたりっていうので、イタリアが極右政権になったりとか、あとオーストリアとかハンガリーもそうだったかなっていう感じで、日本も割と右側強くなってるよねとか思ったりして、フランスも右側強くなってるよねもあったりするんですけど、でそこら辺がその政治のせいだよねということにみんな思いがちなんですけど、政治である程度なんとかなるのもあるんですけど、基本的にはもう地球というか人類社会の構造の問題です。先進国で優秀じゃない人と発展途上国で優秀な人だったら、発展途上国で優秀な人を採用したり、発展途上国の優秀な商品を買った方が安くていいものが手に入るよねという時代になっちゃったんですよ。日本人であんまり優秀じゃない人が一生懸命作ったハサミと、発展途上国で優秀な人が一生懸命作ったハサミでいくと、じゃあ1時間に1本ハサミが作れますっていうと、日本人だとやっぱ時給換算したら1500円ぐらい払ってくれないとハサミ売れないよと。でもその東南アジアとかの優秀な職人さんは1本100円でも全然いいよみたいなので、しかも質がいいってなったりすると、じゃあそれ輸送費払ったとしても東南アジアのハサミ買った方がいいよねという状況なんですよ。輸送コストが安くなっているというのと、物を買うっていうのを海外でもやりやすくなったっていうのがあるので、なのでそこの流通が簡単になった結果、先進国の優秀ではない人にお金を払う必要ないよね、発展途上国の優秀な人にお金を払って物を買った方がいいよねという時代になってしまったんですよ。なのでこういう状況だよねという状況の話なんですけど、これが若者の頑張りの問題だと思っちゃうんですけど、無理です。東南アジアの人が1個ハサミ100円でなぜ生活できるかというと、生活コストが安いからです。家賃が月に1000円とかっていうところで暮らしている人たちなんですよ。ところが東京で暮らしていると、やっぱり家賃月に5万円6万円かかるじゃないですか。そうすると月給5万円6万円でも家賃だけで飯食えないってなっちゃうんですけど、やっぱりその飯食います、家賃払います、東京の夏だと冷房ないと死んじゃうとかっていうので、やっぱ生活コストを考えると月に15、6万はないとやっぱり暮らせないんですよ。生活保護だと12、3万、14万とかそれぐらいだったんですけど、でも東南アジアの人たちは月に3万でも全然幸せに暮らせますっていうので、東京都の人たちが一生懸命努力しても月3万で東京都で暮らせるわけないでしょ。これはね、努力でなんとかできる話ではないんですよ。努力でなんとかできる話ではないよねっていう話なんですけど、でさらにね、東南アジアとかって税金ほとんどみんな払わないんですよ。でも日本の若者って収入が低い人でも社会保険料とかで 14% とか取られたりするんですよ。消費税も 10% 取られるみたいなねっていうのがあるので、なかなか日本の若者は大変だよねって話なんですけど、最近の地産世論調査で20代の平均貯蓄額が760万しかないと出ており、それだけ少ないと子育て費用も十分でなく少子化は避けようがないと改めて感じました。ひろゆきさんは前に言った子供を産んだり狭い弱いだと思うんですが、実現可能性あると思いますか？思いません。20代の若者にお金も送らないと改善できない気がします。僕もそう思います。これ平均なんで多分中央値にすると100万切りますよ。20代の中央値で貯金額確かね30万とかなんかそれぐらいじゃなかったかな。若者に1000万円配るというのを高齢者の人たちが賛成するかというとしないんですよ。多くの高齢者の人たち、多くじゃないかもしれないですけど、今の若者たちがお金はないのは若者たちの努力が足りないからだよねというふうに考えている人たちは結構いるんですよ。大学の学費が高くなってるとかも知らないんですよ。今の高齢者の人たちって国立の学費が年間20万円とかの時代だったりの人の高齢者なんですよ。なので大学の学費なんかバイトで払えるでしょって思ってるんですよ。で、20万円だったら確かに払えますよ。で、あの当時って下宿に住むとかにも月額1万円とか2万円だったりするんですよ。なので、だいたい2、3万円を月に稼ぐと家賃も払えるし、大学の学費も払えるし、っていうので暮らせるよねという時代の感覚でいるので、今の年間の文系でも100万円かかりますよ、100万円近くかかりますよとか、普通に一人暮らししてセキュリティ考えたら、やっぱり年間に110万ぐらいは一人暮らしで予算かかりますよっていうのがわからないんですよ。借金をして大学を出るっていうとお金を無駄に使ってるんじゃないのとか、ブランド品とか買ってるから高いんじゃないのみたいなことを思いがちっていう風になってしまう。時代が全然違うんですけど、ただ時代が違うということがもう分かってない。高齢者の方がお金持ってますからね。確か日本の資産の 70% 以上を60歳以上の人が持ってるとか、そんな感じじゃなかったっけ？なので働いている人たちがお金を稼いで資産を持ってるのではなくて、高齢の人たちが資産を持ってるので、なので高齢の人たちのお金を狙って高齢の人たちの体が喜ぶようなメディアになり、高齢の人たちが喜ぶような政治をするというのがずっと続いているっていうのがあんまり変わんないんじゃないかなと思います。
大卒は高卒に比べ障害年収5000万上がるから大学出た方がお得って話がありますが、そのベースになっているデータは今の65歳以上の人たちなので、だとしたら今の若い世代は違ったりしないでしょうか。仮説は正しいんですけど、高卒以下が入れる仕事と大卒が入れる仕事っていうのは就職サイトとかもあるんですけど、そこの給与の比較とかしててもあんまり変わってないんですよね。なので65歳まで引退した人が結果としてこういうことになりましたってなるんですけど、ただじゃあ現状の人たちが高卒でも大卒と同じ給料もらえてるかというともらえてないんですよ。で、下手をすると多分その差は広がります。なので仮説ではあるんですけど、その傾向は変わってないし、むしろ悪化してるんじゃないかなと思います。今の若者の半数が大学に行く時代になっちゃったんですよ。今の65歳ぐらいの人で多分ね、20% も大学行ってないと思うんですよね。18とかそれぐらいのパーセンテージだと思うんですけど、違ったりしますね。でも今の大学生、要は 50% が大学に行ってる時代になると、むしろ大学に行ってないということは何か問題があるのではないかということで、書類で弾かれやすくなるんですよ。昔は大学に行ってる人が少ないから、高卒の人が応募してきました。大卒の人が応募してきました。まあでも大卒少ないから高卒の書類も見てみようかってなるんですけど、今の時点で高卒大学行かなかったという時点でマイノリティだからもう書類も見ないっていう形になっちゃうんですよ。人手不足でブラック企業ですとかであったら普通に高卒でも就職できると思うんですけど、給料が高いとか人気の企業になると大卒ではないという時点で、本当にいい人で優秀で真面目だったとしても書類選考で落ちちゃうんですよ。というのになるので、結果としてその差は広がるんじゃないかなというふうに思ってます。でも他の国って結構給料言いますよね。同僚とかにも。国によって違うんじゃないかなと思いますけど、聞くと普通に言ってくれる人多いですよね、外国は。ひろゆきさんはバブルの頃どのような生活をしてましたか？またバブルの恩恵受けますか？受けませんでした。僕は就職氷河期という時代で、氷河期で最悪だった時代に大学の就職時期だったので、大卒の就職率が確かね3割台とかだったかな。今だと大学卒業した人で就職したいと思ってる人は多分9割就職してると思うんですけど、僕の時代って大卒です、就職したいですって言ってる人でも就職できたのが確か3割とか4割っていう、大卒の就職率が最悪だった時期なんですよ、歴史上。なのでバブルの恩恵というのは一切受けずむしろバブルが破裂したという恩恵結果だけを受け止めた時代です。僕らの就職世代の次の年から多少改善して就職できるようになったので、バブルの一番被害を受けたのは僕ら世代です、はい、1976年77年生まれ、76年77年生まれというのが一番最悪の状況でした。で、逆に僕より1年前の75年とか74年生まれの人たちはバブルが崩壊したけども、バブル崩壊の実態の影響をそこまで受ける前に就職決まってるんで、なのでなんかバブル崩壊したけど別になんとかなるんじゃないみたいな。リーマンショックもそうなんですけど、何らかしらのショックが起きた後、そのショックが実体経済に影響を与えるまで結構時間かかるんですよ。リーマンショックを予測した人がいるんですけど、リーマンショックが予測した人が、これはリーマンショック来るなって分かってて、リーマンショックが起きた時に儲かる方にかけ続けたんですけど、予想よりもそのショックが世に出ても実体経済に影響を与えるまで時間かかったんですよ。不動産バブル崩壊したって言っても、うちの会社まで影響ないよねとか、一部損する人はいても俺の会社は関係ないよね、今まで通りのことが起こるよねっていうので、結構人は今まで通りにやってしまうバイアスがあるんですよ。なので、あれこれ今まで通りできないじゃんとか、会社が潰れるのって決算をまたいだ時に、決算またいで銀行からお金が借りれなかった時に潰れるんですよ。なので赤字になるっぽいけど、でも給料も出てるしうちの会社大丈夫なんじゃないのとかで、山一証券っていう証券会社があったんですけど、山一証券っていうのは普通に営業していて、山一証券の社員とかが昼休みにテレビつけてたら、自分の会社の社長が記者会見やってるんですよ。なんかうちの会社今日記者会見やるんだみたいなので、そのテレビの記者会見の中で社長が山一証券は潰れましたって言ってて、そのテレビを見てた社員が俺たちの会社潰れたのって驚くっていう。なので自分たちが潰れるとも思ってないんですよ。で、自分たちも潰れないと思ってるぐらいなんですよ。山一証券は潰れるのは社員は全く悪くないです。私たち経営者が悪いですって言って泣いて謝ったんですけど、本当に働いてる人たちも潰れるってわからないんですよ。なのでバブル崩壊した時点で証券会社なんかやばいに決まってんじゃんっていうのは、今の人たちは歴史的なことを知ってるので言えるんですよ。やばいに決まってるんだけど、でもなんか給料もらって普通に営業してるから、大丈夫なんだみたいな。
で、野村証券大丈夫だったじゃないですか。だから、あ、大丈夫なんだ、みたいなので、結構ね、生き延びちゃったりするんですよ。でも、ギリギリのところで超えられない会社は超えられるみたいなのがあったりするので、なので、バブルというのはね、結構破裂してもわからないので、トランプさんが関税日本に 20% かけるぞって言って、関税 20% になったとしても、1年2年は日本は、なんだかんだ言って普通の生活をしているんじゃないかなと思います。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。